皆さんおはようございます。シンガポール人の J です。Hi guys, this is J here. 今回は2023年一発目の海外旅行です。それでは出発していきたいと思います。Let's go! 今回の動画では今年2023年4月にバンコクに行った映像を振り返りながら、私が気づいたバンコクで観光する時の注意点をお話ししたいと思います。はい、それではジェットスターのメニューをチェックしたいと思います。レモディオーガニックコンブチャラズベリーレモネード。なんか忙しい。あ、ニシンだ。札幌ビール。でもこれからタイ行くからちょっと高いですね。以上、ジェットスターのメニューチェックでした。タイの首都であるバンコクはシンガポールから飛行機で約2時間半です。空港では英語表記がありますが、バンコクの街には基本的に英語のサインもないですし、英語があまり通じないです。Google トランスレートアプリ内にカメラでタイ語の表記を撮影しながらリアルタイム翻訳できる機能と、会話しながら同時通訳できる会話モードがありますので、そういったアプリを活用するといいと思います。今回の旅は偶然にソンクランというタイ旧暦の新年の時期でした。 YouTube での旅行動画でよくこういう風景が見られますが、実際はうわー、並んでるね。チケットを買うやつ。タイでは時期によって気をつけた方がいいことがあります。例えば我々が訪れたソンクランの時期には水の掛け合いがよくあるので、少し巻き込まれる場合もあります。そして選挙時期には赤い服や黄色い服などを着ると政治運動の一部と見られるかもしれないので、こういう時期に色が鮮やかなシャツを着るのはなるべく避けた方がいいと思います。最初に訪れた観光スポットはチャットチャットウィーケンドマーケット。週末に開催されているバンコク最大の公設市場です。約東京ドーム3個分の広い敷地内に衣類、インテリア、飲食など合わせて約1万5000軒以上のショップや露店があります。ココナッツミルクシェイクを買いました。ミスターココナッツよりミルクの味はそんなにしない。ココナッツの方が強かった。こんな暑い天気でパーフェクトやね。この週末市場は約20万人ほどの来客が毎週末訪れるので、世界最大の週末市場とも言われています。JJ マーケットってチャットチャマーケットの別名ね。ちなみにもうね、でここになんか日本から持って帰った際に、しかもちゃんとライトアップされているのがなんか分かりやすく、いろいろな美味しいストリートフードを食べてからホテルに戻りました。チャットマーケットを訪れた時に路上で野良犬を何匹か発見しました。狂犬病は命に関わる病気ですが、タイは狂犬病が風土病と見られている国の一つです。猫、猿、コウモリやネズミなどの動物から狂犬病を感染する件数は少ないですが、狂犬病の件数のうち犬から感染する割合は 99% と WHO が発表しています。バンコクにも野良犬がいるので、観光する際には野良犬に近づかないように注意してください。あと外で蚊も多いので虫除けスプレーなどを持参してもいいですし、タイでも買えます。これから私が泊まっているマーヴィンスイーツのルームツアーをやりたいと思います。こっちが私の荷物です。ちなみに水道水は現地人でも飲まないので、コンビニやスーパーで飲料水を購入した方がいいと思います。今回宿泊したホテルは飲料水2本を毎日提供してくれていたので良かったです。お腹が弱い方は氷やシェイクなどにも水道水が使用されているかもしれないので避けた方がいいと思います。ということで、こちらは私今夜泊まるマービースイーツのルームツアーでした。それではおやすみ。
バイバイ。2日目の朝にクロンラットンマヨム水上マーケットに行きました。こちらの水上マーケットではいろいろな現地料理が味わえます。午後に訪れた場所はエラワンミュージアムです。はい、ただいまチケットゲットできました。公式サイトで確認したらチケット1枚400バーツだったんですけど、フルークで購入したらなんとシンガポール11ドル以下だったので安かったです。ぜひ皆さんご利用してください。高さ15メートルの台座の上に3つの頭を持つ青銅製の像が立っています。内部の2階は地球をイメージしていて、貴重な骨董品、芸術品と中国の千手観音像が展示されていますが、最上階には仏教の宇宙観が描かれています。この静寂なスペースで天地万物の宇宙の広さを心で感じられるような気がしました。この博物館は内容も内装もよく、迫力も穏やかさもあり、個人的におすすめです。その後で少し買い物をしながら両替屋さんを探していましたが、なかなか見つかりませんでした。晩ご飯の場所に電話したらクレジットカードが OK なので良かったですが、週末には営業していない銀行と両替屋さんが多いのでご注意ください。ただいま、バーベキューリゾートという小型レストラン、食べ物屋さんに来てまた食べています。まさかタイで本格的なムカタ食べれるなんてね。こちらのレストランはバンコクで何店舗もありますし、食材のチョイスの多さとコスパがすごく良かったです。大人1人深夜0時までムカタ食べ放題、なんと320バーツです。つまり1280円相当です。すごいですね。今日だいぶいろんなところ回ってきましたので、これからちょっとゆっくり、美味しい晩ご飯を食べながら、ここからホテルに帰って休みしたいと思います。明日また楽しみですね。これからちょっとホテルの最寄りコンビニセブンイレブンで軽く物価調査をしてみたいと思います。タイのカップラーメンのブランドも様々ですね。これ何の味ですかね。ミンチポーク、シーフードクリーミースープ、ムーマナオとトムヤムクリーミーランマタンはちょっとわからないですけど、普通にガパオが販売しています。2022年6月の発表により、タイは大麻の服用が合法された最初のアジア国になったので、大麻が含まれている食べ物や飲み物がコンビニでもあちこちで販売されていますので、タイ語がメインの国では大麻が入っているグミや飲み物を間違って買ってしまうことがあるかもしれないんです。なので大麻の葉っぱのマークがついているものと場所、キャナビスが CBD が含まれているアロマオイルやマッサージ、店頭にウィードかベークが入っている店などが要注意です。迷った場合、通訳アプリでラベルや食材リストを確認しましょう。はい、以上です。では、おやすみなさい。皆さんおはようございます。バンコクの BTS という電車を乗りたいんですけれども、これからチケットを買いたいと思います。でまず英語を選びます。でただいまセントルイスにいますが、これからサパンタクシーに行きます。1人25バーツですけれども、2人分のチケットを買いたいです。でそこから現金で支払います。もうカード発行中です。すごく早いですね。はい、これでチケットを買いました。でこれは1回用のチケットですね。で入るときはタップして入ります。はい、そして出るときにこういう1回用のチケットをタップではなくここに入れれば出れます。
3日目にバンコクの三大寺院を一気に巡りました。最初に訪れたのはバンコクの王宮にあるワット・プラケオです。タイの観光地のうち王宮は一番有名な観光スポットかもしれないですが、要注意の点もいくつかあります。まずは王宮付近では詐欺が多いです。ツアーガイドのような装いをした人が王宮は今日入れないから別のツアーに行った方がいいよと言ったり、警察っぽいの人がこの格好じゃ入れないからここで服を買いましょうと言ってくるなどの詐欺がよくあるので気をつけてください。そして王宮の入り口で服装チェックがありますが、場合により注意が必要です。確認する人によっては膝を出しても OK されますが、足首が見えているだけでもダメと言われる場合もあります。短いですと言われました、最初のパンツは。その時に王宮の店でズボンを外に比べ倍ぐらいの価格で買うことになるので、王宮を訪れる時にはぜひ足首まで隠れる長いズボンを用意しましょう。そして他の寺院に対して王宮は遅めに開館、早めに閉館し、王宮内にも日陰も少なく、有料エリア内にトイレがないので、日焼け止め、帽子、傘、うちわ、お水など十分な準備をしてから入ることがおすすめです。王宮内にはすごく綺麗な外観の王族用の建物がありますが、ワット・プラケオ寺院もその敷地内にあります。1782年にラーマ1世が護国寺として建てたワット・プラケオ寺院にはエメラルド仏が置かれているため、この寺院はタイで最も神聖な仏教寺院とも言われています。次に訪れたのは王宮のそばにあるワット・ポーです。王宮と違ってワットポーの入り口ではストールを無料で貸し出しています。ワットポーはタイマッサージの発祥地とも言われていますが、目玉は寺院内にある高さ15メートル、全長46メートルの巨大な寝仏です。毎年のソンクラン、いわゆるタイの正月にはこちらの寝仏を祀る祭りも行われています。ちなみにタイの仏教寺院では靴を脱いで入る場所が多いので、ウェットティッシュを用意した方がいいと思います。最後に訪れたのはワット・アルンです。陶器で飾られた中心にある大仏塔がチャオプラヤ川からでも目立っています。我々は5時半ぐらいに到着しましたが、夕方の暁の寺も夕日に照らされていて綺麗でした。バンコクの定番観光地である三大寺院を訪れると、タイの歴史と仏教とのつながりを少し理解できます。そしてタイに行ったらトゥクトゥクに乗りたいなと思っている方もいると思いますが、ワットアールンでタクシーを待っている間にとある外国人カップルのトゥクトゥクとの交渉を聞いていました。 Google マップでの移動時間が20分の場所まで行くのに、トゥクトゥク運転手が提示した価格が400バーツでした。その後別のタクシーを捕まえたら、運転手がメーターが故障したので同じ目的地までは300バーツの一定価格でいいと言っていました。ちなみに今回の旅行で利用したグラブというタクシーアプリでは、タクシーを呼ぶ前に価格がわかるのですが、移動時間が約20分の目的地まではなんと151バーツしかかかりませんでした。なのでバンコクにいる際、特に観光地からトゥクトゥクやメーターが故障したというタクシーに乗る場合は十分気をつけた方がいいでしょう。バンコクの三大寺院を巡った日の夜、ワットアールンからタクシーで15分のクラ・アップソンで晩ご飯を食べました。ミシュランガイドにも記載されているのですが、こちらのレストランは専属調理師でもあったシェフが開業したお店で、本格的なタイ料理を美味しく味わえました。夜にタイのモールで最後のショッピングをしましたが、同じモール内で同じ商品でも店によって3倍ぐらい値段が違うことにも今回気づきました。しかも同じ店でいくらですかと聞いたら、2人の店員さんが同時に違う値段を言ってくるという少し不思議な体験もしました。なので買い物する際、特に値段の表記がない場合はいくつかの店で値段確認をしてから買うのがおすすめです。それでタイのドンドンドンキーにも訪れてみましたが、いろいろな面白いものが見つかりました。
日本のドンキはやはり現地と合わせているので、ソンクラの時期に水鉄砲も売ってますね。ちゃんって言ってね。あ、ここ叫ぶかな。こんな叫び方？刺身コーナーで原価619バーツです。そして一番びっくりしたのは、お酒の値段がその夜にホテルで少し飲みながらこの3泊4日を振り返りました。タイに初めて旅行に来ましたので、旅行前にいろいろなイメージがありました。しかし実際に来たらもう少しタイの歴史や文化を知れて充実していた旅ができてよかったと思います。今後タイ旅行を計画している方がいれば、今回我々が気づいた注意事項をぜひ参考にしていただければと思います。以上、マーラン日和 in バンコクでした。ではまたね。この動画面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。